はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。よかった。ね。さあ、今回もね、あなたの絵を柴崎が独断で見てお直しするというコーナーを始めますよ。はい。始まり。さて、抽選します。もうね、今日はね、28日、11月の28日なんですけどね。もうたくさん寄せていただいたので、50点ちょうど50点ですね。だから、まあ、区切りがいいので、今回1回目っていうかね、今までのずっと抽選してきた、その抽選は、今日28日で一区切りとします。抽選当たらなかった方は、もう一度諦めないでね。また29日からの分として送ってくださいね。そしてまたこの中に新たに入れて、また抽選しますから。はい。では、いきますよ。いっぱい入ってんだけどね。最後の一人だからな。よいしょ。こっちの方でしょうか。もう少し上の方がいい。こっちのでしょうか。はい。じゃあ、これにします。よいしょ。はい。35番です。はい。おめでとう。どんな絵かな？ちょっと見ますね。はい。ありました。ね。ありました。はい。これです。ねえ。おー、とってもなんか、素敵だね。しっかり描いてるね。60代の女性の方ですね。岐阜を旅してってだから、岐阜だから、岐阜、飛騨高山かなねえ、水彩をやって2年とおっしゃってるんですね。とても2年と思えない。ねえ、しっかり描けた、素晴らしい絵です。さあ、では柴崎はね、これをどこをいいと言って、どこを直したらという指摘するかね。では今から早速始めます。見てくださいね。はい。ね、この作品ですね。日本の、ね、昔からの、まあ、あるんですね。古い建物、今残っているんですね。飛騨高山かな。ちょっと待ってください。メモを見てみますね。あ、そうね。飛騨を旅をしてというタイトルですね。さあ、ね、これは、ね、ここにね、丸いもついてますね。これは杉の玉ですね。だからここは造り酒屋さん。ね、酒を作るところですね。そして、もう、いいですね。古い建物の感じがよく出ていて、しかも愛情を込めて非常にもう克明にもう書いてくれてるしね。遠近感をこうずっと遠くまでね、この街道が通ってますよって感じがはっきりわかります。それぞれの固有色も丁寧に塗り分けられていて、非常にもうなんかこうじっくり見ていく楽しみがありますね。はい。まあこの絵の改良点ですね。まあいくつか見受けられますけども、大きく一つ言えば、こうなんていうんかな、例えばこことここ見てみましょうね。形が同じですよね。これはどうしてこうなったかっていうと、この絵を描いた人の目の高さがちょうど画面を上下で等分する位置にあるから。だからここ同じになってしまったんですね。まあ、柴崎はこういう場合には、一般的にはここの目の高さ、ここをもう少し下に下げて描くようにします。ね。そうするとまたね、この風景の見え方がぐっと変わってきます。はい。では、それを中心にやってみますね。ですから、この絵の中で目の高さをもっと下の方に下げてあげる。そうすると、ここの道も、例えば道がこうなってきて、その分空がこのようになってくるかと思います。こうですね。はい。そしてこれに応じて建物の配置をしていきます。
ここに大きな造り酒屋さんがあったんですよね。こうやって軒下というのはこう深く軒が出ていて、でここに大きな杉玉があるんですね。はい、こんな感じでしょうか。でここのねお店の中はよく書き込んでます。ね、はい、でこんな感じかな。ここに見える木はこうたくさんあったりもうなかったり、またちょっとあったりしましょうね。あまり同じにしないようにしましょう。はい。さあね、そして空が広くなりましたので、ここはどうだろう。遠くに山が見えるのかな、実際には。もう山なんか描かれたらきっともっとね飛騨の雰囲気が出るかもわかんないけど、実際はちょっとわからないので、このまましておきますね。もうここ大変よく描けてるんですね。だからここを目立たせる工夫ですね。ここにこう影がついてるってことは光はこう来てるんでしょうかね、太陽が。そうだったらこっちでは日陰ね。で日向って日陰を割り切りましょう。はい。ではどう描くか。まず杉玉を描きましょうね。ここね大切なんですもんね。なんかいろいろと色を少しずつこう入れて、こんな感じかな。ワンバケでよくでいいですか。こうかなですね。はい。ではちょっと杉玉を描いて、そしたら同じような色の部分があったら、もうこのままやりましょうね。もちろん少しずつ色が違うと思うんですよね。少しずつ色が違うけども、あまりその違いだけに着目するとやっぱり全体がなかなか統一取ってこう見えてこないので、一つ塗って少し大体同じかなと思ったらその色で塗ってみましょう。まずですね。はい。こういう塗り方が大切かと思うんですね。はい。大体このような系統の色ですよね。はい。このお店の中も非常によく描けてるので、柴崎がね今描かなくてもいいのかなと思います。このところにのれんがかかってるんですね。はい。大変綺麗な雰囲気ですね。こういうのってよく見るとね本当に形が気になるんですけども、こうね絵の具がこう広がっていく感じで大雑把に描いてみましょう。で遠くの方に行くとこんな色がまたブルーなんかを加えて少し曖昧な色でこう塗っていくと近く遠くという感じがはっきり分かってきます。ですね。ちょっと似てますよね。はっきり分けましょうね。近く遠くです。はい。はい。そして、道ですね。道はいいかなと思います。できるんだったらば、近くを絵の具濃いめ、遠くを薄め、こうすると距離が見えます。はい。その他も大体これと同じような色ですので、大体そんな色をもうどんどん加えていきましょうね。あまりこう先ほど言ったように一つ一つ描き分けないっていうことが大事です。はい。なんかこうするともうすごく絵が描けたような気がするでしょ。それが大事ですね。ただ今度は太陽はこう来てるんだろうっていう設定でね、というふうに日陰の部分ですよね。例えば軒下とかですね、日陰ですよね。そうするとブルー系の色に茶色系の色ですね加えて、こうですよね。はい。こうやってこれを描く。こうかな。で、こうやっ
してこの軒下のこの形をはっきり見せてから、この影をここに壁に落としていく。こうですね。はい。ここもこの影がここに落っこってますよね。このくらいまで落っこってますか？こうやってですね。はい。それからこれ自身ももちろんここはこう日陰で、その影がまたここにこう落っこってるんですよね。うん。こうなってね、こうなんでしょうか。こうかな。そしてこういうのでなんかこうやって描くと、この木の雰囲気が自然に出てきます。あまり細かく描いてはいけないんだよね。ここにね、軒下もあるから同じことですよね。このように日向と日陰を描き分けるだけで、この建物の構造がもうそのまま見えてくるということになります。ね。どうでしょうか。こんな描き方ね、参考にしてくださいね。こうかな。ねえ。いかがですか？はい。ね。こんな格子なんかもどうしよう。まずは、この色をここに塗っておきます。で、少し乾くの待ってましょうね。ここのとこね。色を入れて待ってます。はい。他のとこもね、同じことになりますけども。ですね。遠くの方のうちは、だんだんあまり書き込まないようにしていくとなおいいですね。こんなことでしょうか。はい。でここにね、お水がきれいなお水流れてるんですね。もうこれよくかけてます。はい。これ結構ですから、非常にいいと思います。はい。ね、大変よくできてます。で、空ももちろんいいですよ。きれいにかけてますね。こんな感じかな。こちら日陰ですよね。だから今使ったような色でみんな塗ってみましょう。ですね。こうやって。こうやってね、もう割り切ってしまったらいかがでしょうか。こうです。ね。近くほど暗くですね。こんな感じですよ。そうすると、こっち日陰、こっち日向って感じが見えます。そして、今使ったこの日陰の色を、ここの地面に塗ります。こうですね。はい。この建物の影がここに落っこってますよっていうような感じですね。だんだん遠くに行きまして、こう明るくしながら、こう少しデコボコさせながら、こうやって描いていくと、ほら、地面が面白くなったでしょ？ね。はい。さっきのとこですね、ここですね。この上から暗い色を重ね塗りして、どんなもんでもいいんですね。はい。見えますか？はい。ね。このような雰囲気です。はい。ね。こう柴崎はしてみました。どうでしたか？参考になったかな？ね。いろいろ喋ってたでしょ？はい。ね。またこんな調子でね、皆さんもどしどし送ってくださいね。そして、今回の送ってくださった動画の評価ですね。それはこの後ね、発表しておきますので、ご覧ください。はい。ということで、またお会いしましょうね。
はい、あなたの作品待ってますよ。ありがとう。